今朝すごい魚を仕入れてきました。今日はなんと遠方からスペシャルゲストがいらっしゃるので、その方と一緒にさばきたいと思います。すごい魚とこちらでだーん、でかいメバチマグロです。こんにちは。こんにちは。少々ありし濱井です。お願いいたします。すごい、やっと会いました。そうですね、2年ぐらい前に動画でご紹介させていただいて、私の YouTube を開花してくれたのは濱優君。いえいえ、とんでもないです。コロナだとかリモートコラボ忘れてる？いや、覚えてますよ。確か森さん当時1000人ぐらいでそう、初したよね。めてまだですよね。で、3万人ぐらいになってて、びっくりしたんですよ、僕。私が一番びっくりしました。いやいやいや、もう森さんの実力のおかげです。いや、だからもう今日は頭が上がらない森となりますので、よろしくお願いします。お、何ですかこれ、めっちゃでっかいじゃないですか。今日これを市場で買ってきました。すげえ。こちら何ですかこれ。これはメバチマグロ。メバチマグロ。和歌山の25キロ。うわ、すげえ、初めて見たメバチ。あ、本当に取れないですか？メバチ島は取れないですね。そっかそっか。これ一緒にさばきたいです。了解です。お願いします。お願いします。これしかも紐取り。遠洋じゃなくて、そうなんです。じゃあ生ですか？そうなんです。めちゃくちゃ物は良くて単価も結構高かった。確かに。まあ匂いも全然アンモニア臭くないですね。今日は生かな？ちょっと早すぎました。ごめん、私より決まってる。すみません。せーので、今日は生日かな？よろしくお願いします。お願いします。マグロは解体してたよ。マグロ解体したことありますね。ね、頭はでももうこれ取れてるからハプニングで。いや、ありがたいですね。一番大一番事な。硬いところだから。じゃあカマ落とそうか。先に落とします。いい。正直小豆島マグロ取れないから僕全然マグロには馴染みがなくて。そうなんだ。はい、青魚が多いね。そうですね、基本的にやっぱサーラとか、それこそ瀬戸内海やっぱ磯物が多くて、メバルとかアコウとかそっち系ですね。メバルももう今時期だから。メバルも今よく超えてます。油あります結構。程よくしっとり綺麗ですね。美味しそう。なる。勝手にじゃんじゃんいっていいですか？お願いします。さばけてますこれ？バッチリです。こんな感じで OK ですか？はい。うわ、すごい。じゃーん。刀じゃないですか。刀だ。こうやってはい。一緒におろすっていうの。いいですね。あれ、一緒にじゃなかったですか？一緒にです。お願いします。これじゃあもっとでっかいマグロとかだったらもっとやりよい感じで。そうですそうです。先生、こちらお願いします。はい、あ、すみません。小梅先生、ありがとうございます。おお、いい。さあ次は僕がカメラマンをしております。さすがですね。どういう感じで自分で企画とかも全部やってる？そうですよ。企画とやっぱこういうどう撮ろうかとかも全部考えますし。だから面白いのかな。いえいえ、とんでもないです。これは原側の方から行ってる感じですか？腹からいきます。いっせーのせ、おいしょ。完璧ですね。はい、ラストスパート。はい、じゃあこれは背中から行ったらいいんですか？はい。無事折りました。折りました。美味しそう。どう？いや、美味しそうですね。やっぱ生特有のこの照りっていうんですか、もちもち感がもう見て伝わります。これじゃあどうしようかな。よかったらお寿司で。そうですね、僕ちょうど寿司が食いたいなと思ってたんですよ。着替えますね。はい。じゃあお寿司しましょうか。お願いします。茶番だ。茶碗だ。茶碗です。いいんですか？いいですよ。はい。ちょっと早いです先生。はい、中落ちはこうやって取ります。私もういいかな。
いや一緒に撮るって言ったじゃないですか先生。なんか撮ってたんだけど全然活躍の場合安全に撮れたし、うまい丼ができそうです。今皮は立てるんですね。ね、そうですか。うまそうですね。断層によって色が全然違いますね。ね、やっぱり油を楽しむマグロじゃないけどしっかり油ありますね。まゆくんって今おいくつでしたっけ？僕今30です。30ちょうど30ちょうどです。そうか。じゃあ平成生まれですか？平成5年ですね。はあ。森さんいくつですか？聞きます？はい、僕全然そういうデリカシーない。あ、そうですよね。そうですよね。知ってたよ。今年38です。結構売ってますね。理解しない。はい。いやでもあれですよ。結構いってますねって思うってことは、その結構見た目がそれに見えないから結構いってますねって思ったっていうことなんなんですよ。かしどろもどろですけど大丈夫です。全然大丈夫ですね。この天身っていうこの上のところ柔らかくて美味しい。それをちょっと、そうですね、はい外しちゃいます。じゃあこちらの天身を外していきます。ここらですか？そうですね。この血血合いまで。はい。なるほど。こういうことですね。もう平行に平行に。パーフェクト。わあ素晴らしい。これがよく寿司屋で見るブロックにしている状態あ、ですね。そうです。これがブロックから柵に取る。やっぱマグロの筋の角度とか関係してるんですか？こうやって斜めに入るとお刺身切るときにこの筋を直角断ち切れるんですか？そうに断ち切りたいので、こう切ると筋になっちゃうので、これをこっちから切る柔らかくなるんですか？の方がやっぱり口どけがいいし、筋が残るとめちゃくちゃ嫌じゃないですか。確かに切り方で本当味変わりますよ。浜優くんが刺身切ると美味しそうに見える。なんでだろう。なんででしょう。この血合いだけ取っちゃえば。これ取るんですか？はい。美味しいですけどね、マグロの血合い。レバ刺しみたいな感じでごま油と塩気食うとうまいって言いますよね。美味しい。うまいですか？やっぱり美味しい。ぜひ酒と飲みたいですね。あ、やりますか？じゃあこれ作ろう。最高。うわー、すっごいもちもち。うまそうですね。もう切った瞬間やっぱうまい魚ってわかりますもんね。すごい薄全然違う。く。私がこんなぶっとい美味しそう。じゃあ握っていきましょうか。はい。はい。私巻きも用意しました。ありがとうございます。わさびは結構強い。まだ強い方ですね。強い。わさびご飯とか好きなんですよ。わさびご飯？はい。わさびをご飯に混ぜて、でそれに鰹節とかいろいろ入れてごっちゃ混ぜにしておえつしながら食うわさび飯。知らないですか？それみんなやってるもんなんですか？漁師界隈では。漁師界隈ではやってないですけど、どっかで確かわさびご飯っていうのがあったはずです。へえ。ではお料理完成しました。完成しました。いただこう。うまそう。キハダマグロフルコースですか？メバチです。あ、メバチですね。生マグロ楽しみです。ね、食べましょう。はい。今日は浜湯くんにおもてなしとして日本酒を用意しました。ありがとうございます。楽しみです。三重県、愛知に近い地元のお酒って言っちゃいますけども、めちゃくちゃ美味しいんですよ。私結構好きな日本酒ランキング上位のお酒。いつもは一種類なんだけど、浜湯くんはお酒が強いので、もう一個水芸。ネーミングセンスめっちゃいいっすね。でしょ？これしかもラベルめちゃくちゃ可愛い。うちのお店こちらが名物なので、切れるお酒なので合うかなと思って選んできました。はい、ありがとうございます。ちょっと早速。乾杯。いきます。どう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 。いや、めちゃくちゃ飲みやすいのにがっつりと旨味がきてめっちゃ美味しいです。これすっごいお米の味がして美味しい。確かに。はい。ついでもなお酒美味しい。
おお、だいぶすっきりと辛口で。どっちが合うかな。お魚さんに感謝をして。違うね。何でしたっけ。感謝をもう込めてにしよう今日は。お魚さんに感謝を込めていただきます。変わってるけどかっこいいからいいか。醤油につけてわさび乗っける派です。私も一緒です。いただきます。一緒。おお、美味しい。やっぱ日帰りだからこの食感もいいし、血の酸味もないし全くないです。めちゃくちゃ食べやすいのに口に入れた瞬間に旨味が。すみません、僕ばっか出しゃばっちゃって。いや、今日すごい楽だな食レポ。これどっちも合いますね。これでも油がないからこれ芳醇な方が合うし。あ、なるほど。確かに甘さがね。あ、そうですね。僕正直今までクロマグロ以外軽視してたところがあったんですけど、今日食ってみてこんな美味しいんだと思いました。変えました。変わりましたね。概念が変わりましたね。マグロの。やったー。これリクエストにお答えして。はい、ありがとうございます。マグロの血合いのごま塩。はい。ごま油と塩とニンニクで和えてみました。お召し上がりください。いただきます。うまっ。なんかごま合う食材って限られてるじゃないですか。ごま油が合う食材。これはもうなんかもともとごま油でも入ってたのかなっていうぐらい一切の違和感、壁がない。すごいですね。勉強になります。何がですか。師匠。ありがとうございます。全部今日メモに取ります。どうぞ。ザクラもない。早い、ちょっと待って。店中のお酒がなくなる今日は。そらないです。いいですか。どうぞどうぞ。これ美味しいの。美味しいです。考えすぎて喋れなくなるのが一番ダメなんですよ。やってみてください。いただきます。ここまでのマヨ君。うわ。なんか口にされたら言えないですよね。ネタが大きいんで口に入れた瞬間、マグロの旨味の3段階、その階段を登ってるようなうまさでした。本当マグロマグロマグロみたいな。小説ですか。小説ではないですね。来ませんでした。3口でマグロマグロマグロ。口の中でマグロが3匹泳ぐ感じです。ガチで言いますけど、マグロはプリッと後悔してるんですよ。シャリの米粒に負けない食感を放っているので、いい感じでチームになってます。ちょっと私のこの鉄火も食べてもらっていいですか。はい。先生。鉄火巻き好きなんですよ。いただきます。うわ、もう何段階楽しませてくれるんだって感じですよね。口に入れた瞬間に。ちょっと待って。はい。ちょっと酸味が強いですね。そんな、あんま分かんないですけど。あ、ごめんなさい、間違えました。あんまり感じなかった。僕が口に入れて思ったのが、一番に海苔の風味かなと思った。感じた通り素直にそのまま口の音が。悔しいです。はい、ということで完食ですね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございます。今日は本当に勉強になりました。いや、とんでもないです。もうこちらこそないです。食レポのとか語彙力とか、いや、お酒の飲み方とか。ただこの後浜ゆくんとでもう一本収録をさせていただくんですけども、浜ゆくんのチャンネルで、その様子が公開されておりますので、ぜひ皆さんそちらもご覧ください。何やるかですか。森さんの手料理が食べたいって言って感じで来たんですよね。私作れるかな、今から。頑張ります。飲みすぎてもできるかなっていう感じで。3品
用意しましたので、ありがとうございます、はいいただきます。ちょっと頑張って作って頑張って食べてください。というのでその様子は概要欄の方からご覧ください。というので本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。おまゆかありがとうございましありがとうた。ございました。ありがとうございました。お酒と相性がいいと思います。酢でね、和えます。最高じゃないですか。今だいぶいいね。もうちょっとだけ焼いて。言っちゃいけなくて言っちゃうような社長なんで。